こんにちは。今日は夢のマルチディスプレイ環境を構築したんで紹介するよ。ファイルダウン。購入したディスプレイは、ベンクの 21.5 インチで、フル HD 対応の IPS 液晶だよ。価格は12,276 円で、2つで 24,552 円だったよ。SSD は起動が早くていいよね。なんと水長剣だよ。3つ目のディスプレイは PC ケースの側面についてるよ。側面ディスプレイのサイズは 13.3 インチで、21.5 インチのディスプレイとの段差ができたけど、小さいのは可愛いから正義だよね。ケース側面のディスプレイは、ULAC っていう中華製で、13.3 インチのフル HD 対応、IPS 液晶だよ。小さいのに、価格は 16,980 円で、ベンクの 21.5 インチより高かったよ。側面にミニ HDMI の入力ポートが2つあって、HDMI の変換ケーブルと AC 電源が付属していたよ。中華製だけど、外箱もしっかりしていたし、ベゼルの傷、ドット落ちなんかもなかったよ。ケース側面ディスプレイの高さがいまいちなのは、うちには赤本がなかったからだよ。だから、どこの一般家庭でも常時備蓄してある。ギガマックスで代用したよ。ディスプレイはケースとガラス板の間に挟まっているよ。ケースはライジンテックのオフィオンという小さいやつで、側面パネルがガラス板のやつだよ。オリジナルのケースとガラス板の隙間は 6mm なんだけど、厚さが 10mm あるディスプレイを挟むために、ガラス板のボスをゴムワッサーでかさ上げしているよ。ディスプレイを取り外すとこんな感じだよ。ディスプレイの大きさがケースの開口部と同じぐらいだから、ケース内にビルトインできるかもと思っていたけど、コネクタが邪魔になって無理だったよ。ガラス板を取り付けるとこんな感じだよ。ディスプレイ自体の表面は非光沢なんだけど、ガラス板を取り付けると光沢になってしまうのは、あまりよろしくないよね。2日ほど使っての使用感はグッドだよ。液晶は発色もいいし、色合いも問題ないよ。ディスプレイが PC ケースの側面についていることで、限りある机の上のスペースを有効活用しているから、お得感が満載だよ。不満があるところは、隣接するディスプレイと画面サイズが異なるから、ディスプレイを行ったり来たりすると、画角や文字の大きさが瞬時に変化することだよ。まだ、実感はないけど、長期的には眼精疲労とかが心配だね。
せっかくトリプルディスプレイになったのだから。ハイエンドゲームで臨場感を体感したいと思って、マインクラフトっていうゲームの無料お試し版をダウンロードしたよ。マルチディスプレイの設定は、ラデオンソフトウェアのアイフィニティという項目で設定するらしいんだけど、あるはずのところに項目がないんだよね。もしかしたら内蔵 GPU じゃできないのかもだけど、詳しい人教えてください。仕方がないので、クローンの有効化という機能で、画面を複製して、気分だけでもマルチディスプレイ。と思ったんだけど、ケース側面のディスプレイだけ、天地が逆さまになってしまったよ。この機能だと、Windows のディスプレイの設定を、反映しないみたいだね。いろいろ諦めて、マインクラフトをやってみたよ。全部四角いんだね。ダブルキーで移動って、難しいよね。なんかいる。これは猿ですか？水？上がれないんですけど。どこかに出口があるのかな？あの後も、マインクラフトやってみたんだけど、敵みたいなのが出てきて、すぐやられちゃうんだよね。あと、このゲーム気持ちが悪くなるんですけど、三半規管が弱い人はやめた方が良いかもですね。ちなみに、左右のディスプレイは、全く見てなかったよ。そもそも、普通の人は目が2つしかないんだから。トリプルディスプレイなんてオーバースペックなんだよね。シャラクホウスケとか、パールバティ4世とか。それ以外の人には必要ないよね。ということで、今回のトリプルディスプレイは、合計、41,532円したんだけど、ゲーム用としてはいまいちだったね。4万円の水槽を買ったと、思うことにするよ。某四つ部屋の人が、破産寸前とか言っていて、心の中では、大げさだなぁ、と思っていたんだけど、ようやくその真意がわかったよ。四つ部屋になると、散財したくなるんだね。ほんとごめんなさい。ということで、破産寸前になる前に収益化したいので、チャンネル登録をお願いします。
ご視聴ありがとうございました。